ドラゴンクエスト3、そして伝説へ。プロローグ、アリアハンと伝説の勇者オルテガ。物語は平和なアリアハン王国から始まる。主人公は伝説の勇者オルテガの子であり、16歳の誕生日を迎える。その日、王に呼び出され、行方不明となった父に代わり、大魔王バラモス討伐の使命を受ける。オルテガはかつて同じ任務に挑み、火山に飲まれながらも魔物との激闘を続けた。父の意志と勇者継承の重みを背負い、主人公は旅立ちを決意する。冒険の第一歩、仲間集めとパーティー育成。アリアハンの酒場では戦士、僧侶、魔法使いなど多彩な職業から仲間を自由に選べる。パーティーは最大4人編成だが、酒場には常に第5候補以降のキャラがいる。これにより冒険中も柔軟にパーティーを入れ替えられるのが特徴だ。さらに本作では昼夜切り替えシステムを採用。夜にしか出現しない仲間候補やアイテムがいるなど、時間帯によって状況が変化することで探索や戦略性に深みを与えている。世界探索、鍵と文化豊かな国々。アリアハンを出発後、主人公たちはまずキーアイテムを探す旅に出る。バハラタでは黒胡椒をめぐる事件に巻き込まれ、町の秩序を揺るがす人さらいを解決。ここで文化色の強い異国情緒あふれるシナリオが展開される。さらにロマリアでは王冠を奪還し、王族の陰謀に直面。中東欧州風の街並みにリアリティがあり、歴史的モチーフを感じさせる。黒胡椒を入手後、ポルトガで船を取得し、航海が可能となる。地中海、日本、砂漠王国など現実世界を彷彿とさせる多様な国々を巡る旅が始まる。オーブ収集とラーミアの復活。世界を巡る中で最後の鍵と6つのオーブを収集する。これらは闇を払う儀式に必要となる。修道院や塔、氷の城など異なる地に散らばり、探索と謎解きの連続だ。オーブを揃えると伝説の神鳥ラーミアが復活する。金に輝くラーミアの背に乗り、バラモス城へ華麗に侵入できるようになる。空中戦や広がる景観描写はシリーズを通じて屈指の印象的演出だ。バラモス城での決戦と衝撃の展開。ラーミアで突入したバラモス城では重厚な地下迷宮や炎の塔を突破し、バラモスとの激戦に挑む。強敵の猛攻をかいくぐり、ついに討伐に成功。城は崩れ、主人公たちは世界に希望を取り戻す。しかしアリアハンでの凱旋式で幕は下ろされず、突如大魔王ゾーマが登場。バラモスの背後にはさらに巨大な脅威がいることが明かされる。闇の世界アレフガルドへ。ゾーマが地下世界への扉を開き、主人公は躊躇なく闇の世界へ飛び込む。それは初代ドラゴンクエストの舞台であるアレフガルド。時間と空間を超えたシリーズ世界の中心地だ。ここでは太陽の石、雨雲の杖、聖なるアミュレットという一作目の三大伝説アイテムを再び収集。各地に点在する遺跡や聖地で重要なパズルやダンジョン探索が発生。また魔法のミニクエストやアイテム収集も多数存在する。中でも石にされた精霊エルビスを解放するクライマックスは感動的で、物語全体の転換点となる。彼女の復活が虹の橋を架けるきっかけとなる。レインボーブリッジ建設とゾーマ城侵攻。聖なるアイテムとルビスの力で虹の橋を架け、主人公たちは再び空へ。虹色に光る橋を渡り、ゾーマ城へと突入。途中、復活したバラモスや強化タイプと再戦し、圧倒的な戦力を持って進んでいく。ゾーマ城、城内は黒い魔力と闇の罠が張り巡らされた異世界空間。
精神的にも肉体的にも追い詰められる中、最後の決戦が迫る。ゾーマとの最終決戦、光と影の葛藤。城の最深部でついにゾーマと直面。彼はこの世界に光が差せば影もまた強まるという語りで、自己中心的な支配理論を展開。圧倒的な魔力と絶望の言葉で挑発してくる。主人公は仲間と共に全力で反撃し、最後には勇気と絆の力でゾーマを撃つ。勝利の瞬間、闇に閉ざされていたアレフガルドに再び光がもたらされる。エピローグ、ロトの伝説。戦いが終わり、主人公はロトの称号を授かる。装備と血統は後の世代へ引き継がれ、旅の記録は語り継がれる。シリーズとしては本作のエンディングがドラゴンクエスト1へのプロローグとなっており、装備の受け渡しなども直接的なつながりを持つ。何度もリメイクが作成されるなど、シリーズ中屈指の名作となっている。チャンネル登録、高評価お願いします。